2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー40。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。今回はタイトルのように N ワゴンにはないカーテシ LED 取り付けについての動画です。一番簡単なルームランプ連動を考えましたが、当然どれかのドア開閉で全てが点灯してしまいます。それだとやはり個別のドア開閉で点灯する方式がよく見えてしまいます。盗難防止アラームの動作も含めて気になる点がありますが、それらを解決しながら作業を進めます。システムの動作は夜間のみにしたいので、回路には自動点滅モジュールを付加します。また自動点滅モジュールが夜間常時0時となるため、ルームランプと連動させてみます。これでルームランプが点灯した時だけカーテシ LED がドア開閉で夜間だけ個別点灯するはずなのですが、選定した製品や取り付け場所、配線方法など興味のある方は引き続き試行錯誤の顛末をどうぞ最後までご視聴ください。制御回路の設計。回路を考えるにあたって一番簡単なのはこの図のようなルームランプ連動型です。ルームランプは固定ネジでグランドに接続されています。マイナスコントロールされたドア連動線は薄茶色なので、この線と常時電源プラスで LED を点灯させます。 LED の電流は最大で 0.24A になるので、念のためリレーを介してさらに整流ダイオードを使います。しかしこの方法はどれかのドア開閉で全箇所が点灯してしまいます。なので前述のように個別のドア開閉で点灯する方式の方で再考してみます。そこでこのように回路を考え直してみました。この回路ではドアスイッチ線、カーテシ線を使ってドアを個別の開閉にしています。ただこれだと昼間も LED は点灯してしまいます。なのでここに自動点滅モジュールを追加して夜間のみ LED が点灯するようにします。そしてさらにリレーを追加して回路の動作をルームランプ連動時のみに絞り込みます。これで LED の点灯は夜間でかつルームランプ点灯時のみになりました。車外からロック解除した時点でルームランプは点灯するので、ドアを開ければそのドア分の LED が点灯します。動作条件です。トリガーがルームランプ連動マイナスコントロール線なので、車内から手動でランプ点灯させても LED は点灯しません。この状態でドアを開ければそのドア分の LED が点灯します。それではこの回路が有効か検証してみます。回路の検証。配線が邪魔で分かりづらいですが一通り説明します。ルームランプ連動リレーです。連動線で信号を作ります。それを使って自動点滅モジュールに電圧を送ります。リレーが閉じてドアが開くとランプが点灯します。こちらが電源です。プラスとマイナスですね。そしてこれをドアスイッチ、ドア回でオンに見立てています。連動リレーは手持ちのリレーとダイオードで作っています。整流ダイオードをオンボードしています。コイル間には逆起電力防止のダイオードを入れています。
リレーは後ほどモジュールとともに説明します。さて、トリガーとなるルームランプ連動線で検証を始めます。電圧を 14V で試験します。連動線が設置するとリレーが閉じてランプが点灯します。連動線に設置を固定します。これで自動点滅モジュールに電圧がかかりました。今は昼の状態なので出力はオフです。CDS を塞いで昼の状態を夜にします。リレーが閉じてカーテシ LED にプラス電圧がかかりました。この状態でドアを開けます。ドアが開いて LED が点灯しました。セルを昼の状態に戻すと LED は点灯しません。これで回路の確認が取れたので、この回路で作業を進めます。リレーとモジュールの説明。このリレーはだいぶ前に購入した HYV6DC12V というミニリレーです。プリント基板用で接点容量は 10A。 在庫処分してカットした板に組みます。大きさは 27mm×14mm でカッターと定規で切っています。これも在庫の整流用ダイオードです。リレーは 2.54 ピッチなので穴あきボードに差し込むだけです。最初ドア信号を拾う目的で4セット準備しましたが、ストックを1個だけにします。こんな感じで作っていきます。余談ですが、このリレーは10個で送料税込みで870円でした。リレーとモジュールを接続してルームランプの中に収納します。モジュールは 53×31×H19mm と小さなものです。加工して電源マイナス側に整流ダイオード、リレーのコイルにも同じくオンボードしています。基板のまま収納できないので熱収縮チューブに入れて収めます。チューブが大きくてなかなか縮まないですが、これが一番簡単です。こんな感じになりました。 CDS 感度調整のところを切り取っています。これで取り付け準備完了です。 LED の加工。3連 LED を加工して整流ダイオードをオンボードしてしまいます。このようにプリントラインにノコギリで切れ目を入れました。このカットしたところにダイオードを入れます。図面のこの部分です。ダイオードはこの向きに入れます。両端の塗装をカッターで削って銅面を露出させます。そこにダイオードをハンダ付けします。このようになりました。 LED に近いですが、
このようにしないとフレームに干渉してしまうのでやむを得ません。このようにしてもこの足の分だけカバーに干渉するので削りました。カバーを閉じれば見えなくなります。これで点灯するか確認しておきます。引火する電圧です。OK です。明るさの感じは動画最後の試験でご視聴ください。配線の流れ。連動リレーと自動点滅モジュールはルームランプ内に設置します。まず運転席フューズボックスからルームランプまで右 A ピラー経由で常時電源 B プラスと生のグランドを配線します。そしてルームランプのドア連動マイナス線から連動リレーにマイナスコントロール信号をもらいます。自動点滅モジュールを経由した出力を A ピラー経由でダッシュボード下部に戻します。左右の渡り配線はダッシュボード下部で行います。前後のドア間はガーニッシュ内を通します。あとは各ドアで LED と接続して終了です。これが配線の流れです。ルームランプ連動線の調査。ルームランプのルーバーを外してルームランプ連動のマイナスコントロール線を探します。取り付けネジが LED の下なので一旦 LED を外します。コネクターを抜きます。LED には極性があるので外すときにプラス側を覚えておきます。続いてネジを2本外します。左側のネジはグランドなので戻すときは強く締め付けます。これで本体が外れます。コネクターに黄色と薄茶の線が来ています。スイッチは3段のスライドになっていて左が手動オン、右がオフ、中央がドア連動です。左が生のグランドですからこの線と電圧を測定してプラスを探します。ネジのグランド間でプラス線を確認したらドアを開けてもう1本の線で電圧が出るかを確認します。電圧がかかっているのでそれがマイナスコントロール線と確認が取れました。この薄茶色の線、右がマイナスコントロール線です。それでは各所の配線に進みます。リアサイドライニング内リアカーテシ線接続。右リアのドアスイッチです。後部ドアのカーテシ線接続はリアサイドライニングを外す必要があります。そのためにはリアサイドガーニッシュとリアパネルライニングも外さなくてはなりません。パネルの外し方は動画ナンバー5ラゲッジネットの取り付けをご視聴ください。ラゲッジのパネルは両サイドのリアパネルに絡むので左右一緒に施工した方が効率的です。ネットを外したらリアパネルライニングを外せるよう全てを外します。カーゴスライドボードを2枚外します。フロアリットも外します。
座席を前に出して倒します。ネットのアンカーを外します。左右のウェザーストリップを外します。工具のスチロールを上に避けます。リアパネルライニングを上に引き上げて外します。クリップで止まっているだけです。ウェザーストリップを上まで外します。こちら側はクリップで止まっているだけなので引っ張って外します。あとはラベルが貼ってあるあたりにもう一つクリップがあります。それはドア側を持ち上げてから外します。とりあえずこんな感じになれば OK です。続けてニギリアのサイドガーニッシュを外します。初めて外すときはすごく硬いです。前述のようにナンバー5動画で爪やクリップの位置を詳しく紹介しています。ライニングが車体にかぶっているので持ち上げて外します。これでラベル裏のクリップを外せばパネルが取り出せます。手前にドアスイッチのコネクターが見えています。マイナスコントロールですから線は1本です。この線にカーテシ LED のマイナス線を割り込ませます。 LED の位置決定。 LED の取り付け位置を決めるため仮配線して点灯しています。候補はドア仮面か側面またはガーニッシュの3箇所です。 LED の明るさも含めて確認します。どれが良いかコメントをお願いします。次回作遅延のお詫び。ここまで動画の制作を進めてきましたが、この段階で操作回路の不備を発見してしまいました。動画の制作はこのまま進めますが、最高に時間を要するため次回作が少し遅れますことを前もってお詫びします。内容は操作回路に簡単な回路を付加して変更することになります。その際連動リレーがなくなる可能性もありますが、詳しくは動画ナンバー41以降をどうぞご視聴ください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。